はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングをさせていただきます。あと星のこともちょこちょこ間に挟みながら解説していきますので、テロップは出してないんですけど聞いていただけると嬉しいです。では早速いきましょう。お願いします。ちょうど誕生月ですよね。いいですね。おめでとうございます。いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月です。デビル、いきなりデビル、ソードのナイト、ソード6の逆、鳳凰、ワールド、ペンタクス6、死神、気をつけることや対策はソードエースとワンド10の逆とオラクルはじゃん、はい、ソードクイーン聖地ですね。まあそうですね、誕生月っていうかね、別に誕生日過ぎましたという方もまだ過ぎてませんという方も、とにかくこの夏、獅子座の皆さんにとってやっぱ強いエネルギーがあるなっていう感じがします。でその強いエネルギーって今の自分がどういう状態かによって変わりますよね。なんていうか、ちょっと体が弱ってるとか気力が落ちている時にすごく強いエネルギーが来てもそれを受け止めきれないとか、逆にそれをしんどく感じたりとか、今すごく絶好調で今自分の可能性を開こうとしてる時だっていう時に強いエネルギーが来たらそれをバーンってうまく活かせたりとかして、すごく大きな波に乗れたりとかするので、その人によって同じエネルギーなんだけど、その受け取るその人の気力や体力や状況によってよく感じたり悪く感じたりするんですが、とにかく強いエネルギーがあるなっていう感じがします。でそれをこのねリーディングって一般的なものですから皆さんに当てはまらないとは思うんですが、なんとなく全体としてこのエネルギーをプレッシャーだったり、または何か超えなきゃいけない何かとして、大きな何かとてもしんどいものに捉えているのかなという気がしました。なんか今年の夏こそはとか、もう今年一つ年を重ねるのだったら絶対こうしたいとかっていう何かこだわり、強いこだわりみたいなものがあるのかなっていう感じがするんですね。でなぜそこまで強いこだわりがあるかっていうと、それ何なのかっていうね具体的なものはわからないんですが、これまで一生懸命やってきたんだみたいな、自分の中で努力してきたし、なんとかしようともがいてきたんだって、そのエネルギーを成就させたいみたいなね、なんとかしたいんだっていう思いがあったのかなっていう感じがします。ただ春以降のエネルギーっていうのが少し停滞しているように感じたのか、もしくは全然後退してないんですけど後退しているように感じたりとかして、なんだか進んでないような気がしていたのかなっていう感じがしますね。だけどやっぱりこの8月っていい切り替えなんですよね。星でいうと8月2日が満月で、満月の時っていうのは結構エネルギーがビリビリして精神も高ぶったりとかして緊張したり興奮したり、なんか不安も大きくなってしまうんですけど、それが過ぎて、例えば8月の8、9、10あたりっていうのはもう急に全てが整うとか、全てこのためにあったんだみたいな、すごく納得のいく自分の気持ちもだし状態も落ち着くんだろうなっていう感じがします。今現状のところが鳳凰になっているので、ご自身の中では今起きていることも今の現状もものすごく俯瞰して見れているというか、焦っているつもりはなく、ちゃんと状況を分かって理解してるっていう感じだと思うんですけど、でも分かってるって思いながらすごくとらわれている気持ちとかこだわってたことがあったなっていうことに気づき、そしてなんか成就する、世界が完成する、何か一つ完成するんですね。ここでワールドっていうものが出ているので、自分の世界を築くとか、ちょっと見てみようかな、なんか自分の納得いく世界観があるとか、これが私の生きる世界だとか、何かすごくね納得いく感じがするんです。でそしてこれが今後のお仕事や生き方にも影響してくるし、これまでなんかもがいていた、なんか詰まっていたことっていうものが完成する、これでなんだろうな、収められるみたいな感じがありますね。でその上で非常にボランティア精神というか余裕ある精神で自分にできることをやっていこうみたいな、なんかガツガツした感じではなく、
自分に与えられたことをやっていこうみたいなね、そんな感じなんです。すごい企画してあれこれやってこうなんか戦略打ってとかではなく、自分が経験したことや今感じていることや知っていることをただ今の自分でも何か役に立つなら教えてあげようとか伝えてあげようとか、なんかそういうすごく優しい気持ちがあり、それを周りの人に伝えることによって、もしくは何かをすることによってすごくバランスが取れる、自分の中にも豊かな価値っていうものを感じられるっていうふうに出てるんですね。でその後、そしてこれまでの世界が終了しますっていうふうに言われているので、本当にこの最初に感じていたこだわりの世界とか、すごい自分のなんていうのかな、こうエゴイスティックな考えとかこだわっていた欲求が一つ何らかの形で完成し、そして今まで見ていた世界観っていうのが終わる、新しい時代が始まるよみたいな、そんな感じなんですね。8月ぴったりですよね。特に8、9、10あたりがとてもいいような気がします。でさらにその後の8月16日って獅子座で起こる新月なんですよね。でこの獅子座で起こる新月っていうのは、獅子座の皆さんにとってもまさに、じゃあ新しく決めますっていうね、自分のために何かいいことをしますとか、こうどんなことでもいいんですけど、何か決め事をするにはすごくぴったりです。この流れ的にもすごくぴったりです。何か新しいことを決めてねとか、挑戦してねとか、やるってこう自分に宣言してねみたいな感じ、道がなくても切り開いていけますよっていう感じで出てるんです。でただちょっとトータル的なメッセージとしては、まだ少し様子見というか、ガツガツじゃあ火の中飛び込んでいくのかというとそうではないですし、最前線でやっていくかというとそうでもないんですね。ちょっとこう引きながら、状況を見ながらやっていくんだなっていうのが出ています。でそれはそれで別にいいんです。下手にね最前線出てボロボロに傷つくというよりは、きちんと状況を見て把握して物事を遂行していくっていうのはとてもいいんですが、ちょっと注意することとして言うと、必要なことがこの8月に起こるので、そんなに心配したり疑ったりしなくても大丈夫ですよっていう感じですかね。例えばですけど、人間関係も非常にいいんです。こう誰かのために何かをしてあげようっていう気持ちがある、実際それを受け取ってもらえる、相手の役にも立つみたいな感じで出てるんですが、こう自分がもし相手を疑い始めると底なし沼になっていくっていうかね、どこまでも自分のが不安になっちゃうんですけど、信じれば信じるほど相手との関係っていうのも良くなっていくし、自分の気持ちも晴れていくっていうのがあるので、もし何に遠慮してるのかなとか、何にこう気を使って、ちょっと引いてるのかなっていうところをご自身で把握していただけると、ものすごく冷静な目を持って現状を進んでいく力として活かせるというふうに出てますね。はい、スターですよ。スターにね、ワールドにってどんだけいいんですかって感じですけど、やっぱり何かこの8月一つの時代が終わるっていうかね、古い自分が終わるよっていうふうに言われてるんですが、それが一つは何かおそらくこだわっていたことが終わるんだろうなって、完成するんだろうなと思うんですけど、その上で新しいその情報だったりとかコミュニケーションっていうのを取っていくっていうふうに出ていて、それが現実的な行動なのか、おそらくお仕事なのか、活動につながっていくよっていうふうに出てるんですね。でまだそれは最初の一歩なので、慎重にまだ調べてる段階っていう形ですけど、とてもいいです。なぜならば特にですけど8月16日以降に見える世界っていうのは、おそらく本当に自分が夢に描いていたことだったり、希望が見つかるとかね、夢が見つかるとか、そういうすごくなんていうのかな、光がある未知なる光にあふれているなっていう感じがします。でそれを変にこう奪い取るとかそういうんではなく、きちんと与えられるものをもらい、自分もできることをやりっていう形なので、ものすごくこう陰と陽のバランスが取れてますね。とても動と静もとも言えますしね、動く時は動く、やる時はやる、でも引く時は引くとか、ここまで頑張ったから今回は休むとかっていう、そういうなんか陰陽のバランスがとっても自分の中で取れてる感じがしますね。いいじゃないですか。はい、なので気をつけることとして言うと、急いでやらなくて大丈夫ですよっていう感じで言われてますね。
ここでもねちょっと今まで走ってきたのかなっていうのがあり、またもう一つ、この自分が一人で抱え込んでいたものは一人じゃなくてもいいよみたいな、そんなに抱え込まなくても大丈夫ですよっていうのもあるので、そこさえ気をつけていただければ、協力を頼むとかね。でも何か完成するっていうふうに出てるので、とてもそれをしんどいと感じてないんですよね、またね、獅子座の皆さんはね。だからこそまたやろうってするのかもしれないけど、そんなに一人で全部やらなくても大丈夫だよっていうメッセージだと思ってください。そして何を終えるのか、自分の中で何に終止符を打つのか、これもすごく大事な気がします。はい、ということで今回はここまでにしておきます。もし何かね参考になりましたという方はぜひコメントやいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。次回また8月末ぐらいにアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。